山大盛りセット、八重山そばソーキセット。いらっしゃいませ。はい。八重山そばですね。なんか出汁が違うんですよ。がもう上に行ってるから、この店が。週3回、4回、これはうまいなぁと思って、東京でこんなの食べられるんだと思って、居酒屋メニューにあるようなのとは、困った時はこれ。困った時はここ美味しい。みんながあれだよね。好き嫌いなく食べれるからね。おすすめはしたい。美味しいから。八重山そばのなんかその決まりに豚肉の細切りとかまぼこの細切りって書いてあるんですけど、かまぼこは石垣島から。まあ、だしの取り方がね、白湯スープと清湯スープの出し方あるんだけど、白湯はああやって真っ白にゴツ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 して真っ白にするんだけど、清湯スープっていうのは濁らせないようにゆっくり出すって、そのやり方で八重山そば、沖縄そばを出す。歯切れとかね、硬さもそうだし、あとコシとかね、いろんなもんここで試してここに行き着いたかな。寝かさずに麺を作るとざらついた麺になるわけよ。そのざらつきが欲しいわけよ。僕はもう自分が子供の頃食べてたお蕎麦と隣なんだけど、その蕎麦のお店があって、そこの蕎麦が僕が目指してるものかな。僕が沖縄料理屋さんをやらない理由っていうのは、蕎麦を作ってほしいのに時間かけたかったんでね。ゴーヤチャンプルないのって言われたからね。ねえよそんなもん。あるとこで食えって思って。八重山大盛りセット、八重山そばソーキセット。お待たせしました。はい、すいません。かまぼこは石垣島からじゃないとダメだ。食感違う。なんかつなぎが少ないってすごいプリプリしてる。醤油とみりんと砂糖、本当に甘辛く。すっきり美味しい感じですね。美味しいですよね。旅行で石垣島とかによく行ってたんですけど、石垣と同じですよね、味が。一番美味しいなと思いますね、東京で。確かに肉とか卵とネギで食べると、ソーキ入れると味が変わる。別に食えばいいんですよね。わかります？その中にもそれだけです。その味で食いたいんですよ。これも濁りの原因だから骨髄が入ってるんだけど、
これが出汁を濁らせるし、やりすぎるとえぐみが出てくる。これを最初に全部きれいに掃除して5、6時間かけてそれに使う出汁を取る。うちはもうその日の出汁はその日しか作らないから、使わないから作り置きはしない。匂いが変わるんだよね、作り置きするとね。僕が沖縄料理屋さんをやらない理由っていうのは、そばを作ってほしいのに時間かけたかったんで、他のことをやってるとさ、こんなことできないから、居酒屋さんでこの方法は無理でしょ。出しとるためだけにこんだけ時間かけんだから、俺は無理だと思うね。普通の小麦粉ですか？これはね、企業秘密。八重山のそばってさ、辛そばって言ってそばだけ食べ方があるんだけど、辛そばを食べてみるときに麺がしっかりと味付いてないといけないし、それにスープが合うことによって八重山そばになるんだなっていうのがあるよね。この混ぜたやつはね、休ませるだけね。沖縄そばの定義みたいなのがあって、麺を寝かす時間っていうのは30分以内って書いてあるわけ。一晩寝かしてやったことあるんだよ。はい。そしたらさ、ツルッツルの麺になって、あ、これはちょっと違うかなと思って。寝かさずに麺を作ると、ざらついた麺になるわけよ。そのざらつきが欲しいわけよ、俺はね。これね、何回も重ねるんだよ。うどんで言うとさ、足で踏んでる時あるでしょ。あの状態を今やってるわけで、最後にカットする。戦後すぐに米軍から小麦粉が供出されるわけよ。その小麦粉でお母さんたちがそば作って町で売ってたらしいんだね。みんなが沖縄そば食べるようになったのは実はそれが理由なの。沖縄料理を始めたのがさ、98年か99年なんだよ。沖縄のブームが前あったでしょ。2000年ぐらいにほらサミットとかあってさ、で僕がいたところに沖縄料理屋さんがなくてさ、じゃあ俺がやろうと思ってやり始めたのがきっかけだったんだけど、その時に沖縄そばっていうのがまだその流通してなかったけど、そんなにその時に初めて沖縄そばを打ち出したかな。で最初の頃はもうめちゃくちゃあったよね。ネットで調べても沖縄そばの作り方なんか出てないわけよ。試行錯誤しながらその年作り始めて、これで出せるかなって言いながら やりながら結局10年ぐらいかかったかな。実はもう自分が子供の頃食べてたおそばと隣なんだけど、そのそばのお店があって、そこのそばが僕が目指してるものかな。いきます。茹でた状態だとくっつくの、麺が。保存と麺がくっつくのを避けるために油止めしてるわけ。風を当てながらこうやって冷ましていくんだけど、こう冷ましてる間に油が麺が染み込む。味は相当変わる。独特の風味が生まれるんだね。独特ですよね。っていう感じ。高麗グース、島唐辛子、青森につけてるやまあ、単に辛くなるのと、まあ香りが変わる。で、確信犯ですごい入れて、ちょっと顔赤くして帰る人がいる。後期第八重山。次が八重山？次が後期第追加総帥。お待たせしました。ありがとうございます。これはさ、早期を煮た後のだしね。だしの中に入ってる油を全部取って捨てるんだよ。沖縄料理ってさ、みんな脂っこいとかっていう人いるけどさ、沖縄料理ほど油の徹底して取る料理って
基本あんまり効かない。ラフテーにしてもソーキにしても、おにぎりについてるのはね、油ではなくて、あれはコラハゲンだよね。これは昨日仕込んどいたソーキね。これは豚のバラ肉ね。バラの先っぽの軟骨って、バラ先軟骨っていう部位なの。ただただ煮てるだけだと軟骨って柔らかくならないのね。やっぱりすごいちょっと強めの圧かけてあげないと。私は個人的には早期がすごく美味しいなと思ってます。こってりみたいだけどさっぱりして美味しいです。ほんとトロトロが全部ツヤツヤのやつまで期待して。これヒバチの葉っぱです。香りがね良くて、石垣島から送ってもらって。東京でも売ってるんですか？売ってないと思います。沖縄本島にもないと思う。石垣島が北限ってヒバチだ。アボコと豚肉と人参、ヒバチの葉っぱ、昆布。お水は全然入ってない、だしだけで。そんなに濃い味でもなくて、家庭的な味で美味しいなと思います。食べたことないですね。多分だから一応でもジューシーって名前ありますけど、それヒバチが入ってるかどうかは多分わかんない。ほとんど入ってないんじゃないですか。全体ぼちぼちです。全体 OK。やりますか。いらっしゃいませ。このかき氷機も結構年季入ってますね。メルカリで見せたまたまそのぜんざいを出してるところがそういうところなんで、お蕎麦屋さんだったり食堂だったりするから思い出みたいなもんだな。蕎麦屋さんにはぜんざい、沖縄の人に言うと分かるんだよ。大体ああ蕎麦屋さんでぜんざいね、なるほどねっていう沖縄の人に言わせると。かき氷始めるタイミングって決まってるんですか？店長の気分。何を始めるタイミングって何？店長の気分よ。お店に出すタイミング？はい。気分。そろそろ出そうかなっていう気分。そろそろ出そうかなって言ってから始めるまでが八重山タイム。最高。最高。お待たせしました。うわー、美味しそこれ何？う。ミルクと黒糖と。ディスコも乗ってます。美味しい。この中すごいふわふわ。美味しい。あんまり食べたことない。道歩いてただけ。道歩いてただけ。なんかこう可愛いおじちゃんだったの。10年前は。本当に10年前は可愛かった。これがその沖縄料理屋さんも東京に来てね、間もない頃勉強のために転々と回ったわけ。はい、その一つにいた。出会って10年ぐらい経つ。10年以上経ってるから飼い主って言われてる。餌与えて褒めて伸ばす。はい、八重山。はい。安い。八重山そばだったら早期とか乗るとね、ちょっとやっぱり追加のお値段かかるけど、それでも安いと思う。八重山そばはさ、1000円超えちゃうとまずいよな。なんか違うなって気がするよね。10セントでもらってお店走って、そば注文して食べるとか普通だったよ。東京とかでは食べれないし、なかなか本当沖縄に来たなっていう感じがするので、はい。ここで食べてるのと同じっていうか、居酒屋メニューにあるようなのとは、
沖縄そばに関して言えばさ、僕みたいにこうずっと伝統的というか、なんて言ったらいいのかなというか、スタンダードというかさ、そういう感じのそばを作ってる人もいればさ、居酒屋さんみたいに気さくのスープで出すとかっていうのもあったりとかするわけじゃん。どっちもね、間違ってるとは思ってないけど、どっちもあって正解。すごいなんか革新的で新しいそばってのがあって、沖縄そばってのがあってさ、俺みたいにずっと昔から食べられてるものを作ってる人とかさ、でそういうのが両方ないと成立しないよね。料理っていうのはそんなもんだよ。